はい、地球の模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。いや、とっくん、イベント実は今日終了明けで、お疲れ様って言って6時間後に会ってるんですが、そうですね。申し訳ない、本当に申し訳ない。ただですね、これただならぬことが起きまして、実はですね、お店に帰ってきたらですね、タミヤさんから新シャーシの VZ シャーシが届いておりまして、これはただごとではないということで、寝そうになっているとっくんにすぐ電話して、これは紹介しないとというところでお呼びしました。どうぞお付き合いください。で、さっきちょろっと言いましたけども、タミヤさんから新シャーシですね、 VZ シャーシが届いております。今回これで何をするかっていうと、20年前のですね VS シャーシですよ。これと何がどう変わったのかっていうところを、皆さんいろんな気になるところが人それぞれ違うと思うんですけども、その自分なりにですね精一杯違いを発売前の3月3日ですから、発売が1ヶ月半の間でちょっとできる限り皆さんに早めの情報をお伝えできればという回でございます。どうぞお付き合いください。はい、というわけでここが新商品の VZ シャーシで、こっちが、20年前からある VS シャーシになってます。なんでこの2つを比較するかと言いますと、この VS シャーシの特徴そのままにいろんなところが強化されましたよっていうのが VZ シャーシ。VS シャーシのだから優れた特徴をそのまま持っていますよっていうのがタミヤさんの紹介で、あとはバンパーとかリアステ、プロペラシャフトの軸受けなどが強化されてるっていう風に書いてあるので、それがせっかく目の前にあるので、どういう風に強化されてるんだろうなっていうのをご紹介できたらというような目的でございます。変わったところを紹介していくと、まず全長がね、これも見ても分かるように全然違います。VS シャーシは 146mm です。でそれに対して VZ シャーシは 158mm と 12mm 伸びてますね。結構違うような、なんかね、この華奢なイメージがある VS シャーシに対してこっちはなんか頼もしさすら感じるような感じになってますね。幅も実は変わっております。 VZ シャーシは 98mm で VS シャーシは 89mm と、なんですけど、実はですね特徴なんですけど、このフロントバンパーとリアステが外すことができるので、そうなってくるとだから幅は全然変わってきます。だからこのフロントバンパーとリアステをつけた状態が VS シャーシよりも横も縦も広がってますよというような感じになっています。このバンパーとリアステとあとプロペラシャフトのところがどう変わったかっていうのを紹介できたらと思います。まずプロペラシャフトからいきましょうか。これがプロペラシャフトって言うんですけど、ここにつくとこですね。でここを受けるのが3箇所 VS シャーシはあります。VZ シャーシも変わらず123箇所、厚みはそんなに変わったように見えないんですけど、実はですねここのところですよね。ここ新しい VZ シャーシはこう段になって少し厚くなってるんです。ここのプロペラシャフトの受けるその場所が、ここはね分厚くなってます。ここは強化されたって言われてる場所だと思います。ここはなんか単純に分厚くなってますよね。なんか幅が全然違うんですよね。前のところは一見変わってないように見えるんですけど、これ実は裏側、こっちから見るとこれが VS シャーシ、 VZ シャーシはここに突起があります。ここちょっと厚みを増してるわけですね。そうそうです。だから前も後ろも厚みを増していると、ここは強化されているところかなと思います。続きましてリアステの部分を紹介したいと思います。これ外すとこっちが VS シャーシで、こっちが新しい VZ シャーシになってます。ここの厚みが全然違うですよね。ここはかなり強化された部分じゃないかなと思います。で後ろを見るとですね VS シャーシはここを3点止めでリアダブルローラーステーっていうのを取り付けてから強化して改造する方が多かったんですけれど、今回の VZ シャーシはリアダブルローラーステーが取り付けられないようになってます。取り付けられないというか、ここにも厚みができているから必要がないよというような違いになっています。だいぶここの厚みができているので、これはかなり大きな変更点じゃないかなと思います。なんかかなり強度がしっかりしてそうな印象です。ちなみに、これが、VZ シャーシに FRP をつけてみた状態なんですけど、この FRP を取り付けた時にこう段差があるんですけど、この段差がちょうど埋まって水平になるようになっています。これはすごい便利ですよね。こう面が合うっていうのはすごくありがたいことが多いですから。で一方 VS シャーシは出っ張っているので、この2点だと不安なんですよね。こうやってグラグラするから。
このグラグラが VZ シャーシではなくなる、そういう構造になってます。ここもすごくポイント高いですよね。続いてフロントの部分なんですけど、 VZ シャーシはそのバンパーがこう外れるようになってます。VS シャーシを改造の時にはここを切ったりとかする方多かったんですけど、そういうのが今回必要ないですよというところです。ここにプレートをつける時にどうしてもここに穴を開けたいっていう方が多くおられて、で自分で穴を開けられる方多かったんですけど、ここに最初から穴が今回開いています。これはすごい便利になったなと思います。そうですね。で穴の箇所もシンプルに増えてます。フロントのパーツを外しても改造によく使われる穴が残った状態で外れるということです。で後ろ確認します。で後ろのこの部分が一番僕はいいなと思っているところがあって、またこの FRP が出てくるんですけど、例えばこういうのを VS シャーシにつけようと思うとちょっと工夫しないとつけられないんですよ。それがですね、筋はこう継承されて残っているので、これまたここ当たっちゃうのかなと思いきや全く当たらないと。これはかなり嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。あとはフロントの部分って結構 VS シャーシって折れやすくて、でそこで補強する必要があったんですよ。ここら辺にちょっとこう埋め物して、ここが薄くて困るんですよ。だからここは厚くしてあげることが必要だったんですけど、この薄さと今回の VZ シャーシってこんだけ違いがありますから。そうですね、違いますね。ここがしっかりしてるのはすごく嬉しいところかなと思います。あとは今せっかく映ってるんで言うと、軸受けの部分が1月のつい最近出たテーマ札のプラベアリングセットが最初からキットについているなんですけど、VS シャーシのここの部分って意外と良くて、このハトメっていうんですけど、この黄色のところがこれが結構改造にも使えたんで、これがこのまま残っててもよかったかなというのは個人的な感想ですけど、新しいのつきますよね。これはしゃあないかなと思います。はい。で、次に大きく変わった部分といえばこの真ん中の部分ですよね。VZ シャーシは VS シャーシが出た頃にはなかった新しい形の FRP に合うようにサイドにつける FRP に対応した穴が開いています。あとこの広いのが改造パーツに干渉することが多くて、ボディをこう動かすようにするフロント提灯とかね、あるんですけど、そういうのが当たってちょっと切らないといけないことが多かったんですけど、今回割とすっきりしているので、そういった加工も少なく済むんじゃないかなと思います。個人的に一番嬉しいのがこのギアカバーで、こうやって取り付けると分かるんですけど、ここにギアカバーが浮かないようにネジが止めれるようになってるんですね。 VS シャーシってこのギアカバーが結構浮くことが多くて、自分も VS シャーシがすごく大会でレーサー多かった時に、だいたい本当何回かに1回なんですけど、ギアカバーが浮いて負けちゃったっていうような方多かったので、ここはすごい嬉しいポイントじゃないかなと思います。続いてですね、いいところもやっぱりもちろん残っていますので、そこを紹介すると、 VS シャーシが好まれていたのはやっぱりこのしなりというか柔らかさなんですよね。新しいシャーシって最近のは硬いのが多いんですけど、もう同じぐらい柔らかいです。結構しなります。これが VS シャーシのいいとこだったので、これを継承している。だから他ので比較すると、1個前に出たこの FMA シャーシ、これなんかすごい硬いんですよ。そうですね。全然違います。その前で言うと MA シャーシ、MA シャーシはこの硬さが売りですからね。そうなんですか。子供にも扱いやすいっていうのね。だからやっぱこんなもんなんですよ、ねじってもね。で AR シャーシ、これはね切るとこ切ったらねじれるっていうのはあるんですけど、何も加工してない場合だとやっぱこういう感じなんですね。それで比べるとやっぱり VZ シャーシっていうのはほらかなり、かなりねじることができます。でですね、あと他にもですね、 VZ シャーシちょっと艶がないんですよ。走りに影響するかどうかはさておき、ちょっとかっこいいですよ。高級感があって、この艶消しブラックってあんまり他のシャーシでは見ないんで、何かABS 樹脂ではあるんですけど、何かあるかもしれませんね。これは僕は個人的に好きなんで言いますが、ここに金型が書いてありますナンバー1となっておりますので、これ第1弾ということですね。これが第2第3と出てくるのを楽しみに、これもまた比較しますからね。僕じゃないですよ、お客さんたちは比較をして楽しんでいるということです。1の金型がいいとか2の金型がいいとか、そういうのなんか素敵だなと思って聞いてますけどね。だからやっぱりそういう意味では、だからこの艶消しも何か影響が出るかもしれないですから。
いやもうそうじゃそういうもんなんだってとっくんこれは本当にもうこれだけで居酒屋でずっと喋れるからねやれ1番の金型だ2番の金型だっつうのこれはね大事な話ですから、これはやってる人が分かる、はい、これは一番重要ポイントとなっていますので。でですね、あとここの下の面ですね、エアダクトが入っておりまして、モーターや電池の冷却効果もアップされているというこの細かいとこまでの気遣いですこら本当なんだぞメーカーが言っているんだ冷却性能俺ら笑ってしまった冷却性能アップしてますんでね、はい、ここら辺もポイントの一つになっております。まあね、本当よくしなるんでね、しなりは本当にもう引き継がれておりますから、これはねおすすめです。いいところを残しつつ、そうそうね、今日強くするところは嫉妬、だからちょっと1回のレースで壊れてしまってもこのスピードに憧れているっていうのが VS の良さではあったんですけど、ちょっと強くなったというところで、あれですよ、だからキャプテン翼の誰でしたっけ、美咲くんだ、そう美咲くんみたいなシャーシが何になったんだろう、まあ強くなった美咲くんじゃないよ、美咲くんは翼くんのあれじゃないですか、美杉くんか、美杉くんだっていう脱線もありつつので、これがですね、今地球道模型に展示しておりますので、ご覧になってみたいと、比較してみたいという方はぜひぜひ地球道模型まで来てもらえたらと思います、まあ参考になればと思います。あと他に気になることがありましたらコメントにどんどん言っていただけたら、言うてこっちミニ四駆作ってはいるんですけど、なんですかね、こういう細かいところまでっていう行き届いてるかは分かりませんので、ぜひぜひコメントでいただけたら実験してすぐにコメントをお返ししますので、ぜひぜひ質問もお待ちしております。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。緊急放送でした。いいんじゃないですか